1億5000万ルーまで貯めることができました。伝説の武器夜と炎の剣ゲットだぜ。衝撃のファーストブリッド、滅びのバーストストリーム。ダークファンタジーど真ん中って感じだね。お、なんだこっちへ来てくれるか。ゴストークさん左腕がないんですよね。これについては世界観解説パートで解説したいところですが、安いもんだ。腕の1本くらい。そこの穴を使えばいい。城にも穴はあるんだよな。というわけで、この親切な、ゴストークさん、モンエゴストークさんね、正面突破をするか、それとも抜け道、こいつが教えてくれる抜け道をね、ちょっと選ばせてくれるんですけどね。いや、ここは正面から行くしかないっしょ。男は黙って正面突破。ゴストークさんの一言をかけるだけで門を開けてくれるんでね。意外とただものじゃないのかなっていうのが伺えますね。ということで、ここからね、サクッとボス部屋まで直行しちゃいたいと思います。ルートさえ分かっていればね、こうしてサクッとボス部屋までね、直行できちゃう。それがね、かなり自由度の高いところなんですが、とはいえね、これでこのストーンビル城攻略完了ですなんていうのはね、あまりにもね、味気がないので、今回はゆっくりとね、ストーンビル城を隅から隅まで、探索したいと思います。急ぐ旅ではないですからね。というわけで、裏道ルートを進んでいくわけですが、この私、シンが、このストーンビル城の構造とイベント、そしてアイテムの位置までね、完璧に、把握しております。このストーンビル城は一見構造が複雑そうに見えますが、噛み砕くとルートは簡単です。今回はイベントを回収しつつ、ストレートに赤線ルートでボス部屋を目指します。この断崖絶壁が正規ルートっていうのマジでフロムど真ん中だな。んで、まずはあいつだな、お出迎え。ガードカウンターを使ったりなんかもいいんですが、飛んでる敵とはいえ、実はね、高所まで上がってこれないんですよね。なのでこうして投げ物で仕留めてしまうっていうのも一つの手ですね。ここからは城壁の塔を目指します。蝕まれた川盾。この盾、城と同様に国藩と茨に蝕まれているというフレーバーテキストがあって、結構考察界隈ではいろんな議論がされてるんですよね。この城の城壁自体にもね、こうしてこれ国藩と言っていいのか分かりませんが、でかい穴とさらにその周囲に茨がね生えてるんですよね。特に注目したいのはこの茨なんですが、これはねかなり先ですが、別の場所でもね見かけることができます。まだねずっと先ですが。で、こっからすでに始まっていますね。すでにスタンド攻撃を受けているというわけで、この位置、ちょうどここかな。この位置を通過すると、NPC モンエゴストークによる、イベントがね発生します。あの位置を通過すると現れるんですよね、彼が。いますね。さあ、双眼鏡で見てみると、いるゴストークくん。というわけで、ストーンビル城を代表する NPC イベントであるゴストークの、潜伏イベントがここから始まります。城の中の特定地点を通過すると、それに対応した場所にゴストークが出現する、そういう仕組みですね。で、このイベントの最大の特徴は、城内で死亡するとルーンが盗まれるってことですね。落としたルーンの3割が彼に持っていかれて、で、ゴストークを、この城のボスを倒す前に殺害すると、その盗まれた分のルーンが返ってくる、そういう仕組みになっています。ただね、ゴストーク君は後半になるとね、かなり有用なアイテムを売ってくれるようになるんで、殺害するのはおすすめしませんね。このイベントが開始すると、正門にてアイテムの販売を始めてくれます。中でもおすすめしたいのはバックラーですかね。バックラーパリーという成功しやすいね、受付時間の長いパリーができるんで、初心者にもおすすめな装備となっております。こうして爆発すると、不用意に近づいたアスリートをね爆発させる。で、この先が正規ルートですが、鍵がかかっていると。怪しい扉、ここですね。ここがねランタンを持っていれば結構ね安全に戦えますね。さあ、お邪魔するでー。てめえ、いねえということで、これもゴストークのイベントの一つですね。この湿地騎士とこの真っ暗な、本来ね真っ暗な部屋でタイマーさせられると、外からゴストークに鍵を閉められて、湿地騎士をやるまで出られない部屋になっちゃいます。宝箱の中には極限のタリスマンが入っています。本来この部屋ってこんだけ暗いんですよね。
で、しかもこの部屋は転送も不可であると。しかし、ここの部屋はね、閉じ込められた後に、プローロスするとね、扉の鍵開いちゃうんですよね。あとは、そもそもこの部屋に来る前にゴストークくんが死んじゃってると、扉が閉められるというね、イベント自体が発生しません。錆びた鍵を使って扉の奥へ。で、ここですね、この扉の先のはしごを登った地点。ここに来るとゴストークが2箇所目に出現します。出てくる場所はこの建物の最下層ですね。いたー。ここですね。鍵詰めの近くにいますね。それじゃ先進んでいきましょう。ほんで、この先に隠しアイテムありと。これが例の積み石だね。積み石の土、石壁の積み石をそのまま使ったかなり武骨な武器ですね。大土に当たります。この戦技はスカンピンの素性品であったクラブと同じものがついていますね。で、ここですね。さあ、どっから来る？どこからここからフロムゲー特有の角待ち。ここから再び場外に出ますね。ちょっと開けて。で、ここにも隠し道でアイテムあります。よしよし、これで、祝福城壁等が解放されます。ここまでは基本一本道ですね。で、こっからね、境界、NPC のいる境界ルートと屋根上をね、通っていくルートで2つにね、分岐するんですが、今回の動画に関しては、境界の方に行って NPC と会うルートのみ紹介していきます。さあ、こっからはダンジョン攻略の後半戦に突入ですね。で、いますね、やつがいる。やつに喧嘩を売る前に、まずはお買い物タイムと行きましょう。ちょっとね、買っておきたいものがあります。エオニア沼近くの商人からは、このヒヤを買っておきます。数本でいいんですけどね。続きましては、円卓にてもお買い物。ここで買いたいのはロングボウですね。一番スタンダードな遠距離武器と言って差し支えないでしょう。こいつも買っておきます。ストーンビルのこの位置にいるタカは、マジでインカ製のね、樽を投げつけてきたり、あとはヒットアンドアウェイもね、徹底してるので、かなり苦労した方が多いと思います。だが、聞いて驚け、見て笑え。このね、ヒヤ1本でね、簡単に処理することができます。ビューティフォー。気持ちいいね。そしてこの辺りですかね。3話目のタカがいる地点、この辺りを通過すると、これまでとは全く別な、ゴストークのイベントがあります。お、いるね。穴が開いた席使えないな。これも貧相だ。所詮は増票ということか。ということで何かを探していますね。おい、何探してるんだい？Me like that. Just clearing out some corpses. Can't just leave them about, you know. 本人は死体の片付けだと言い張っていますが、最初の方に、このね腕は細すぎるだとかね、結構選別してた描写があるんで、間違いなく次の2探しですね。で、この下ですね。この下に教会がありますよと。こっから中庭が一望できますね。で、そこにはしごがありの、こちら側にも、アイテムと、あとはね、窓が割れているので、そこから入ることもできます。OK かな？初見の時、ロジェールさんの存在に全く気づかんかったからな、俺。前回、マルギットのボス部屋の前に、召喚サインが書いてあった魔術師ロジェールさんですね。正確には初めましてかというと微妙な方ですね。断脚には飛び込んでからの背後からワンツーですね。で、ここがもう一つのストーンビルの名物ポイント、貴公子部屋ですね。追記の貴公子がうろちょろしている部屋。あの部屋に入ると最後のゴストークの出現ポイントとなっています。いますね。あそこにいると。さあ、これでね、全3カ所のゴストークの出現ポイントを回ることができましたね。ぶっちゃけこのイベントは無視していいんですけどね。全然無視して OK。だがとりあえずね、選別くれるらしいんで、これだけちょっとね、もらっておきますかと。いらねえ。さあ、宝箱の中には、擬態のヴェイル。これは物に擬態することができるアイテムですね。歴代でも結構これに似たアイテムはあります。結構侵入なんかで使われたりすることがありますよね。で、ここだな。こちらからは開かない扉あるんで、これもちょっとね、場所見ておきましょう。この戻ったところですね。この戻ったところの土の
土のうを足場として、向こう側に行きますと。さあ、はしごから降りた先、ここで、さっきの扉の向こう側に来ることができますよと。よー、200時間ぶりだな。200時間で。さあ、アズール。暗い玉へ当たらん。まあ、ここの貴公子は無理に戦わなくてもいいし、他の部屋に入ってね、はめることもできますね。ズンチャカ、ズンチャカ。ズン来たら、ジャンプ。はい。おー、いい趣味してんね。漫画版のエルデンリングでは、結構ね、ゴドリックさんとかがね、芸術家気質だったりするんでね、まあ、その作品の一つっていう感じですかね。こいつはゴッドフレイのでかい肖像画ですね。そしてその足元にはハイランドアクス。この武器は特殊効果を持っていて、方向をね、強化すると。方向自体が相手に与えるダメージと、あとはその方向によって強化された攻撃にも強化が乗ります。この肖像画の下に置いてあるってのも結構ポイントですよね。いや、アルター高原行くのはいつになることやら。はい、ここで一つ補足ですね。ここで言う高知というのは、すなわち、高知県ではないのですが、数々の関連アイテムがあるワードとなっています。例えばこのハイランドアックスは、斧のタリスマンのイラストにも確認でき、描かれている星のようなマークは極星と呼ばれるマークと似ています。この高知の戦士という存在、実はいろんなものに影響を与えているのですが、それについて語り出すと脱線しすぎるので、おいおい詳しく解説したいと思います。これで書とかも開通。ここに置いてあるのが模色の胆石2、女神像の足元に置いてありますね。さあ、ここにあるインプ像、中にはね、割と有用なアイテムが落ちてるんでね。さあ、第1だ、第2だ。そして隠れてるだろ、そこに第3だ。この暖炉に鉄の砥石刃、そして結構いい装備をしてますよね。この慈悲の探検は地名の一撃に優れるという一面を持っています。まあね、他にも地名の一撃がね、他よりもでかいっていう武器はあるんですが、その中でもトップクラスに、地名の威力高いんですよね。確か 1.4 倍とかだったかな。で、こっちのウッドシールドはとりあえずストーンビル城の、紋章がね、古い紋章が高だったっていうのがわかる、装備ですね。うおー、ストーンビル城の闇の部分ですね。はい。山のように積まれた死体袋、そして頭上には左腕と左足のないトロルですね。さあ、これがイベントアイテムですね。継ぎ逃げとなったさなぎたちの遺品。このアイテムをとある NPC に渡すことによって特殊な会話が聞けます。この死体袋がローデリカちゃんの言っていたさなぎですね。ローデリカちゃんを信じてついてきて、そして手足をもがれてしまった者たち。それではここで心折れた娘にこのさなぎたちの形見を届けに行きましょう。まあこれでも見て元気出しなって。Believed in me. They all thought I'd make something of myself. Me. Who can't do anything. I think I'll head to the round table hold. Perhaps I'll find my purpose there. というわけで形見を渡すことでローデリカちゃんは円卓へと移動してきます。ただ前回解説した通り、リエーニへの祝福を灯して移動させることもできるので、それで全然問題はないです。しかし、嵐岡で渡した時のみの会話イベントがあるので、今回はきっちりと進行しました。Oh, and please allow me to express my thanks for giving me that keepsake from my men. It was as if I was frozen with self-pity. I failed them at every turn. You have my gratitude. Please, take this. で、ここからヒューグさんとの会話リレーが始まるんですが、ここでさらっと気になることを言うんですよね。本作においてキャラの瞳の色というのは 100% 意味を持ってデザインされています。見てみるとローデリカさんは綺麗なグリーンの瞳をしていますね。つまりこれと同じ色の瞳を持つキャラは霊に対して何かしらの才能を持つものということなんですね。知らなかったという人は改めて各キャラの目の色をじっくり見てみると面白いですよ。 I'll ask Master Hugh to teach me. Who'd stay with an ugly brute? こうして彼女は心折れた娘から朝礼師見習いへと成長します。主に地下に生えているハカスズランを使って位牌の強化をしてくれる鍛冶師と対をなす存在ですね。
まあ、今回の攻略ではあんまりお世話にはなりませんけどね。Everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. 彼女が取り払ったフード、どこにあるのかというと、このストーンウィル城のさなぎたちの上ですね。はい、ここに真空のフードと、このフードは特殊効果として生命力をプラス1高めます。このテキストから彼女の元々の身分だとか、あとは身の上の話なんとかもね、結構垣間見えてきますね。汗人として狭間の地に送るのは一種の島流しみたいな意味合いもあったのかもしれませんね。さすがにキモいか。さあ、じゃあこっからは中庭ですが、いやもうここはね、一気に走り抜けていっちゃいたいと思います。昇降機そばの祝福解放。ここにまだこちらからは開かない扉があるんですが、これについては次回取り扱っていきます。で、ここの昇降機、これを開けると、あとはボス部屋まで一直線ですね。お、出た、お前ら DLC で大変なことになっとるで。で、奥にでかいやつもいますね。はい、こいつだけは注意が必要と。で、ここに超レアアイテム、秘密棒。もう1個秘密棒、2個。これうまいんだよね。で、忘れちゃならないのが、ここにスカラベ戦場嵐帯ですね。はい、到着と。ここがボス前の奥まった小部屋到着ですね。昇降機そばの祝福からね、このボス部屋まで、来るのには結構メリットがあって、このメインルートを裏側から攻略することができるということですね。このね、待ち受けるトロルたちもね、後ろから攻略できるんで、かなり楽になります。何やら意味深なことを喋っている女性がいますが、これ、湿地騎士の死体ですね。If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain Father would permit me aid the fight. 彼女に話しかけておくと、こうしてボス前に召喚サインが現れるとともに、ボスを倒した後にとあるね、アイテムをくれるようになります。というわけで、ここから念願のボス攻略となるわけですが、ちょっとね、ボス攻略のためのね、準備をする前に、一旦彼のね、顔をちょっと拝んでいきましょう。まあ、いつものね、顔見せっていう感じで。それじゃあね、お邪魔するでー。Mighty dragon, thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Lowly tarnished. Plain as a lord. I command thee, kneel! I am the lord of all that is golden. さらに体力が6割を切るともう一つ追加でムービーがあります。さあ、ダイナミック腕チョンパー。Truest of dragons. Lend me thy strength. Thou art unfit even to graft. い
やー、ゴドリック、迫力がやばかったですね。今の俺ではどう考えても倒せる気がしない。というわけで皆さんお待ちかねの今回のマラソンタイムでございます。今回はとある防具を取るために再び火山館に向かいたいと思います。再び火山館へ。ここですね。この下に実は隠し道が、隠れてないけど道がありますと。よし、ここだなと。早速一発目。お父さんか。はい、ということで到着。この祝福は地の底の、石門所ですね。要するに言ってしまえば拷問部屋なんですが、今回はここでマラソンをします。どういうマラソンかというと、ズバリ黒団子マラソンですね。手順としては超簡単で、この祝福にいる、白金人2人ねいるんですけども、それをね買って再び祝福に帰るというかなり単純なものになっています。で、今回の目的物はちょうどこっちにいる方、こっちにいる覆面をかぶった白金人が落とすとある防具を求めてマラソンをします。実はね、こういうマラソン系は後半の方になってね、発見力をつけてからやりたいと思っていたんですが、今回は火力を求めて致し方なしといった感じですね。ここよりもね、効率よく一気にね5体ぐらいこの覆面白金人を狩れる場所はありますし、でしかもそこはね、理論上はね NPC イベントとかに影響ない範囲で、行ける場所なんで、そこでマラソンするのもいいんですが、あんまりなんかバグったりしてね NPC イベントが進んだりしちゃうとね、ちょっと取り返しがつかないんで、今回は時間がかかる、覚悟でねちょっとこちらでマラソンしたいと思います。それでは今回のマラソンタイム行ってみましょう。マジっすか？こんなもん結構というかかなり激渋だと想定したんですけどね。いや、いいんすか？いいんすか？いや、1回に1体しか狩れないし、発見力もないし、確率も激渋ということでね、相当時間かかると踏んでいたんですが、今回のマラソン、とりあえず数字面で、振り返ってみると、勝った覆面白金人の数は29人、所要時間は8分となっております。素晴らしい。というわけで今回拾ったこの黒団子、どういう装備かというと、特殊効果として自らが発狂状態になった時攻撃力が高まるという効果を持っています。頭の防具で特殊なね、条件で火力を上げる防具っていうのはいくつかあるんですが、その一つですね。通常のね攻略ではほぼね使われることのない装備ではありますし、実は今回組んだチャート上ではもうちょっとね後の方になって拾いに行く、発見力をつけてから拾いに行く装備ではあったんですが、アップデートによってね、前回使った魔術の血、魔法陣ですね、あれが弱体化を食らったことによって、今回はちょっとねチャートの変更を余儀なくされまして、早めにマラソンで取りに来た次第でございますという感じですね。しゃぶりりの叫びなどセルフで発狂ゲージを貯められる手段と合わせて使うのがベターですね。それじゃあ目的物も手に入ったんで、さらなる装備を求めてもう一箇所ね行きたいと思います。今回は炎属性の戦技を使うんで、やはりねあいつ倒さないといけないよな。腐敗した化身、黄金時の化身が赤い腐敗の影響を受けた個体ですね。武器が特大武器化身の擬状から腐敗した擬状に変わっています。腐敗の影響から毒と腐敗の状態異常が無効になっており、凍傷のみ効きます。属性的にはもともと炎属性に弱かったのが腐敗の影響でさらに弱くなっていますね。モーションについて、攻撃方法自体は通常の化身と全く同じです。ただし大きな変更点として、ヒップドロップの着地時に前方広範囲に腐敗液をまき散らすことが挙げられます。この液体は一定時間その場に残り、直撃はもちろん足を踏み入れただけで大ダメージを受け、赤い腐敗が蓄積します。この腐敗液ですが、実は化身の前方にしかまき散らさないという特徴があるので、
接近してローリングなので一気に後ろに回ることで反撃のチャンスとなります。化身よ、この煉獄の赤き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす。よもやよもやだ。というわけで炎属性に弱いんでさっくり一撃ですね。そして、ここでは緑脇の結晶霊と炎まといの割れ雫をゲットできます。この炎まといの割れ雫は前回手に入れた魔力まといなどと同じく3分間火力を 1.2 倍に上げます。こっちの緑脇の方はスタミナ回復速度を上げるやつですね。前回マルさんからお守り袋をねもらったんでタリスマンの枠が1個増えてます。ちょっとその枠の装備を取りに行きましょう。この宝箱は来たるべき時に開けましょう。いやー楽しみ。俺のレーザーの3000円イヤホンを信じろ。よし、これで目的物ラダゴンのたたれ刻印ゲットですね。伝説のタリスマンの一つ、それは王牌、女王の結婚相手のラダゴンの印であるという生命力、持久、筋力、技量がねプラス5されるっていう超優秀なタリスマンなんですが、デメリットとして被ダメージが 15% 増加するというものを持っています。こういう、ね、アイテムは過去作ダークソウル、ね、3にもあったんですが、恒例行事としてね、低レベル帯生命力が低い場合だと 15% の被ダメ増加よりも生命力がプラス5増えたことによる、ヒットポイントの増加量の方がね、勝ってしまって低レベルだとつけ得なアイテムなんですよね。さあ強力な防具とあとは強化アイテムもね手に入れたんで、早速ゴドリック行くと見せかけてまだまだ炎の呼吸は極める余地があるということで、ここからはとあるアイテムをね手に入れるためにちょっとね地下世界まで行きたいと思います。さあやってきました。シーフラ川の井戸。何がどう井戸なのかいまいちわからないが、さあ下っていきましょう。いや、このたまんねえ景色。これ初見で見た時ね、マジで宇宙、いやエルデンリング宇宙じゃねえかって思ったよね。いやマップの広さエグすぎやねんと。はい、発見。今回の目的物の一つである溶けたキノコですね。偽りの夜に育つ菌類。そのドロリとした一液は油の性質を持つ。キノコはね基本的に食物繊維が多くスポンジのようなね、感覚なんですが、そのスポンジの中に長い年月を経て油のような、ものが蓄積したんでしょうね。おいなんだこいつ、おいやんのかこら、頼もう。さあここで買いたいのは、この放浪戦士の、製法書ですね。17番。これでね、今回使うアイテムが作れるようになります。はい、じゃあちょっとねその性能をデモンストレーションをするためにね一旦ちょっと寄り道しようと思います。ここ霊気流があります。一応紹介しておきましょう。はい、ということで今回黄金の勲章を打ち負かすにあたり作るアイテムはこれですね。油壺。相手に投げつけることで油まみれという状態にします。この油まみれどういう状態かというと、非属性のカット率を半分にするという効果なんですね。ただし一度でも非属性の攻撃を受けるとこの油まみれは解除されます。つまり一度限りの大ダメージアップ効果ということ。普通に考えれば油壺を投げる代わりに2回殴ればいいだけなので使う人はほぼいないアイテムなんですが、私のようなちょっとおかしい焦り人がなんか変なことをするために、使われることがありますね。今回はこいつと夜と炎の剣の炎戦技の方を使って一撃でゴドリックをぶち倒します。さらに実はこの油壺、夜と炎の剣とは隠されたシナジーがあります。この剣には魔力と炎の2属性が宿っており、通常攻撃には筋力と技量で補正のかかる物理部分と知力で補正のかかる魔力、そして進行で補正のかかる炎属性という3つの要素からダメージが計算されます。ただしこの剣の通常攻撃は魔力属性のみのエフェクトが出ており、非属性ではないという扱いなんですね。これによりこの剣の攻撃は油の効果で炎部分の威力が上がりつつ、しかも油を切らさずに何度も攻撃できるという特殊な裁定になっています。今回はこれを利用してこの剣の武器本体をぶち当てた後にそのまま油の効果を残して炎で焼くという隙を生じる2段構えでダメージを伸ばしていきます。実戦で見てみましょう。このキーリット東の腐敗した化身は
大雨の天候の影響を受け若干炎カット率が上がっています。通常では炎千里が最低でも3発は必要ですね。ただし油壺を使った場合威力が 1.5 倍に上がり千里2回で葬ることができるようになります。こんな感じで今回は炎の呼吸篠方声援のうねりでの撃破を狙います。よもやよもやだ。よし、それじゃあ一丁今回もかましてやりますか。接ぎ木のゴトリック、黄金の一族の末裔にして現リムグレイブの王たるデミゴットですね。次という古の技により巨大な体に多数の腕が生えたなんとも異様な風景をしています。ご昇蘭がレイという本作屈指の名言を生み出したネタ気質のキャラでもあります。彼については様々なフレーバーテキストがあるので世界観解説にて詳しく扱いたいと思います。主な攻撃モーションについて、地面隆起、斧を地面に突き刺した後地面を砕く範囲攻撃、突き刺し隆起の2回攻撃判定が発生します。離れても十分回避できますがローリングやジャンプでも回避可能。5連斧攻撃、声を上げて両手で斧を構えた後5連続でぶん回します。少しずつ前進する上に攻撃範囲が広いので油断すると食らいがちですね。密着すると1段目と2段目が当たらず3段目以降は背後に抜けることができます。安定して回避したい場合は距離を取り最後の5段目だけ回避すると反撃につながります。嵐より斧を振り回して嵐の壁を発生させた後2種類の攻撃に派生します。派生先は嵐の刃、そしてローリングからの嵐の襲撃。実はこの攻撃前歩きするだけで回避し背後を取ることができます。そしてヒットポイントが 60% 以下で攻撃を受けると腕を切断し第2段階へ移行。なんと竜の頭を左腕に継ぎ即座に実戦投入してきます。後半は各種攻撃に炎属性が追加され継いだ竜の頭から火炎攻撃を放つようになりますね。迫力に圧倒されそうになりますが前半戦と比べて立ち回りに大きな変化はありません。なぎ払い火炎放射、第2形態の最初に確定で使用します。対処法は全速力で接近し懐に飛び込んでしまうこと。一度密着してしまえばあとは攻撃し放題。ローリングまたはジャンプでも避けられます。噛みつき高速攻撃、左腕の竜頭で噛みつきそのまま火炎放射で豪快に直火焼きにします。竜が方向するという予備動作はあるものの発生が早くガード不可能という危険な高速技ですね。総じてディレイのついた大振りで隙が大きい攻撃を多く使うボスです。一つ一つモーションを覚えて見て避けて反撃を徹底しましょう。それではここで装備の確認と参りましょう。まずメイン武器は夜と炎の剣。今回は夜と炎の構えの強攻撃、声援のうねりを使います。そしてサブ武器には縮小の軍旗、戦技、軍旗の元にで、30秒間火力を 1.2 倍に引き上げます。そして声韻には指の声韻を採用して祈祷、しゃぶりりの叫びを使います。これで約40秒間火力 1.25 倍ですね。そして今回手に入れた頭装備黒団子も使っていきましょう。これにより発狂状態になると火力が 1.1 倍のバフを受けます。そしてタリスマンには前回と同じ赤羽の七七陣、これで体力 20% 以下で、火力 1.2 倍。そしてさらにステータスアップとしてラダゴンのたたれ刻印を使います。筋力と技量を底上げして武器の物理部分の火力を高めます。ほんの少ししか変わりませんけどね。実際にはね、とある壺の NPC をね、殺すことによって手に入るタリスマンが使えればいいんですけども、今回は NPC イベントがあるのでそれはなしという感じですね。そして霊薬には2種類の割れ雫を使います。魔力まといと炎まといの割れ雫。今回は炎属性の戦技を使うので炎まといはもちろんのことなんですけども、魔力まといを採用することによって武器の魔力部分のダメージが 1.2 倍強化を受けます。これはね、ビビたる変化ですけどね。そしてラスト、今回のアイテム枠として油壺を使います。この油壺を投げつけることによって30秒間油まみれ、一度だけ炎属性の威力を 1.5 倍に引き上げます。
もうちょい。おっと、これはちょっとやりすぎ。おーい。あとちょいおなしゃす。これベストだな。発揮をしないといけないし。オーケーオーケー。よし、本番。まずはグビッと一杯。そしてシャブリリの叫び。今回は2回叫んでいく。発狂でヒットポイント 20% 以下。ラダゴンくっつけて、さあ黄金の君主よ、ぶっ飛ばされる覚悟はあるか。歯を食いしばれ、心を燃やせ。 I am the Lord of all that is golden, and one day we'll return together to our home, bathed in rays of gold. 初めての大ルーンゲットだぜ。エルで世界観解説。今回は接ぎ木のゴドリックについて解説していきたいと思います。現リムグレイブの王であり、黄金の君主を名乗るデミゴッドの一人、偉大なるエルデンリングのかけらを持つ彼について今回はずいっと掘り下げていきましょう。まずは彼の来歴をざっくりと見てみます。ゴドリックの出自について、彼を撃破した時のセリフと追憶は彼の故郷がオートであることを示していますね。オートにて女神の血を引く子孫として生まれ、専属のゴドリック兵を従えます。その後は破砕戦争において彼に関する記述があります。破砕戦争では第一次ローデイル防衛戦にて親族であるゴドフロアと共に参戦。これらの位牌のテキストからゴドフロアは捕らえられ、ゴドリックは兵たちを連れて敗走したようです。擬態のベールは敗走時に彼がオートから持ち出したという説があります。リムグレイブまで逃げ込んだ後はストーンビル城のルケイ兵と湿地騎士を仲間につけて支配。ラダーンを恐れて城に引きこもり、とある理由で南進してきたマレニアに戦いを挑むが返り討ちに遭い、地に伏してその足を舐めることになります。破砕戦争が終結した現在は、次のための生贄をゴドリック兵に探させ、次に頼って力を貯めているようですね。城の中に安置されている神狩りの聖員、そして神旗の祈祷書の存在から、もしかするともう一度王と襲撃を企んでいるのかもしれませんね。彼の人物像について、デミゴッドは皆がマリカの直接の子。ただ接ぎ木のゴドリックだけが遠い子孫である。円卓の指読みの老婆の話から、神の血が薄い典型的な奴は四天王の中でも最弱ポジションであることが伺えます。狭間の地には黄金樹の麓に生まれた者は特別である、そして古いルーツを持つ者ほど偉いという信仰があります。彼はオートに住んでいた不死のデミゴッドということで、かなりプライドが高かったのでしょう。一級品のプライドを持つ彼は強大な先祖、そして黄金樹への強い憧れがあります。それは城の中の肖像画やゴドリック兵のアイテムからよーくわかりますね。あと余談ですが、ゴドリックは髪型もゴッドフレイに似せています。推しとオソロッチにする可愛い一面も持ち合わせていると。次に彼の能力である次について、簡単に言うと他者の肉体を自分の体にくっつける技、しかもくっつけた瞬間からその能力を発揮できるという即効性のある自己強化法。もともと接ぎ木というのは別個の植物同士を切断面でくっつけて一個の植物にする園芸の技術です。
それを植物ではなく動物でやっちゃおうという、なんとも単純にしてなんともおぞましい能力ですね。また接ぎ木の貴公子の緑の服にはクジャクの羽があしらわれています。クジャクの羽のように腕を広げて、見た目上は大きく偉大に見える。プライドの高い彼にとってはうってつけの力であると言えます。ゴドリックの体はトロルの体を継いで巨大化している説があり、死んだ後に転がっている小さな死骸が本体なのだろうと考えられます。また接ぎ木の貴公子や他の黄金の一族を見る限り美形が多いので、彼も昔は女装が似合うイケメンだったのかもしれません。他に似たような要素を持つものとして、本作では肉体や魂を混ぜこぜにした存在が多くいます。例えばたくさんの魔術師が一体となった魔術師級だったり、あとはルツボなんかもそういう要素の代表ですね。 DLC の要素も少し見ておきましょう。影の地のマリカと同族の巫女たちは他の者の肉とよく馴染んだとのこと。同じくマリカの血を引くゴドリックにはそういう他者と肉体を混ぜやすい体質である可能性があるのかもしれません。最後に大ルーンのテキストも興味深いので見てみましょう。ゴドリックの大ルーンは要の輪、エルデンリングの中央部分に位置するもの。遠い子孫である彼が最も重要な要の輪を持つのはなぜなのか。これは多くの議論がある謎で、いくつか仮説があります。例えば彼が G の頭文字を冠する黄金の一族だからというオーソドックスな説。また城の地下にゴッドウィンの遺物があったことから、それを通して拾ったんじゃないかという説もあります。ルーンというのは取引したり殺した相手から奪い取れるものなので、ゴッドウィンから盗んだというのもあり得る話かもしれませんね。信じるか信じないかはあなた次第ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。ではまた。